皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は自民党総裁選。今回の自民党総裁選においては、主要候補者はもはや出揃ったのではないかと言われています。本命視されているのは、高市早苗氏と小泉進次郎氏。その他、茂木氏、林氏、小林氏については、党員票を含めた投開票においては、上位2名には入らないのではないかと言われています。というわけで、この動画では、私が誰を応援しているか、そして見るべきポイントはどこかについての話をしていこうと思います。まず、総裁選の流れ自体についての解説として言えば、上位2名が高市早苗氏と小泉進次郎氏になるだろうという見方は、報道機関全般においてほとんど一致しており、そこに大きな異論を挟むような話は、私は見つけることができませんでした。そして実際そのようになると私も思います。特に党員票がどこに入るのかといったことを考えた場合においては、茂木氏、林氏、小林氏、この3人に党員票がドバッと入るといった光景はちょっと想像ができません。茂木氏と林氏については、すでに議員生活が非常に長く、閣僚経験もあり、議員としての能力がそれぞれ高いですよといったアピールは、確かに説得力があります。しかし、それをもってして、党員票がたくさん入るといった話にはつながらないように思えるからです。ですから、まとまった数の党員票が高市と小泉氏に分かれて入るのであれば、最低限この党員票だけでも1、2争いの本命視するのは当然だというわけです。ですから、今回の総裁選において最終的な決着をつけるには、やはり自民党議員による票がどっちに入るかの、この勝負になるわけです。ただし、その場合だと有利になると見られているのが小泉氏です。というのも、高市早苗氏の場合だと、前回の総裁選からの状況の変化といったものがあります。石破政権下においては、衆議院選挙、参議院選挙、どちらにおいても自民党は敗北しました。議席を大きく減らしました。前回自民党総裁選に出馬した時の推薦人のうち半分近くは落選しています。つまり、高市氏の場合だと、この前回から今回の総裁選にかけての年月の推移といったものが自分の仲間といったものを失う期間になってしまっているわけです。一方で小泉進次郎氏の場合だと石破政権で閣僚になっていたわけですから、少なくとも石破氏と決定的な対立をしていたような関係ではありません。それだけに今回総裁選に出てこない石破氏を支持していた人たちがどこに投票するかとなった時に小泉氏が有力な候補先になるわけです。この読みそれ自体については順当なものだと考えられるわけなので、あとは実際にどのような結果になるかは総裁選の開票日を待たなければなります。そして、そのことそれ自体は一旦横に置いておくとして、私が誰を支持しているかについての話をしておきましょう。私自身は自民党の支持者ではありません。ですから、それぞれの候補者について個別に判断した上で誰を支持するか考えています。その中で私が支持しているのは高市早苗氏です。その理由というのは主に自分自身と政策面で共通なものが多く、特にこれといって反対する理由がないからです。このチャンネルの動画においては非常に多くの安全保障関連の話題が出てきます。というのも、私自身はどんなに内政に頑張っていたとしても、戦争が全てを破壊すると考えています。そして、日本が攻撃を受けるタイプの戦争といったものは十分に起こり得るというふうに私は危機感を持っています。もしもこの考え方が全く逆で、世界は平和で日本はそのような戦乱に巻き込まれることは決してありえない。もしもそのような前提に立つのであれば、防衛費を増やす必要もありませんし、憲法改正に取り組む必要もありません。しかし、現実においては、ロシアによるウクライナ侵略を見ればわかるように、戦争犯罪が日常的に繰り返されていても、もはやニュースにもならないような状況となっています。国家による軍事侵略が行われ、しかもそれを国連の常任理事国が行うことにより、国連は一切機能しません。日本の周囲には、軍拡を続ける国連常任理事国が他にもいることを忘れてはなりません。日本政府に対して戦争反対を訴える人たちというものがいます。彼らは、日本が防衛費を増やすと、日本がどこかの国に攻め込むといったような話をします。しかし、現実においては全くの真逆で、今の日本はもはやそのような他の国に攻め込むようなことを考える国ではなく、むしろ他の国が日本に対して軍事攻撃を仕掛ける可能性がある、そのような未来を考えなければなりません。だからこそ、しっかりと安全保障問題を考えて、守りを固めて日本に手出しをさせないような状況といったものを維持する必要があります。その上でいかにして内政を取り組み、
日本国民の安心安全、そして未来に対する展望を抱かなければなりません。そうした意味で、高市早苗氏の場合だと、憲法改正については非常に前向きですし、安全保障関連についての発信も非常に熱心に行っています。憲法改正について言えば、自民党の基本政策だというふうに突っ込む方がおられます。それは確かにそうなのですが、自民党の議員一人一人を見た場合においては、どれほど真剣に取り組んでいるかは、やはり個人によって違いが大きくあります。そして安全保障関連という意味においては、石破総理大臣も総理大臣就任前は与党内野党の立場から政権を批判し、自分は防衛政策に強いといったようなアピールを行い、そのような話を流布していました。しかしこの件に関しては私は石破総理大臣は防衛政策に対しては決して明るい人物ではないと思っていました。だからこそ早く変わってくれないかなと思っていたわけです。なお自民党における安全保障関連の歩みといったものは何もやっていないわけではありません。問題などはその歩みが遅いということです。安保関連の法案を強化したり、情報セキュリティクリアランス制度についての拡充を図るなど、様々なことに取り組み、その都度野党からの大反対にあっています。国民の権利を踏みにじるのか、監視社会を作るのか、日本政府は戦争をするつもりなのかといったかなり的外れな批判を受けつつも、しかし、ある一定層の国民の支持を受けつつ、彼ら野党側の批判といったものは続いていたわけです。また、野党側の批判には、海外の勢力と結託するような言動をするところもあります。日本国内において戦没者に対する慰霊を行う。そうした行為ですら、日本は第二次世界大戦のことをすっかりと忘れて、韓国や中国の多くの国民や政府に対して傷つける行為をしている。そのような人物を総理大臣にさせてはいけないみたいな批判をする人たちがいます。しかし、この批判は全く今の時代受け付けるべきものではありません。それぞれの国において戦いで亡くなった人たちに対する慰霊の行為は文句を言われるような筋合いの話ではありません。しっかりと中国などに対して、いやいやその批判は不当なものであると、むしろ反論するぐらいの人物が必要な時でしょう。また、高市氏の場合だと、直接的な防衛政策について言及するよりも、まずは今の平時においても、サイバー空間での情報工作や、もしくは日本国内におけるスパイ活動に対する対策など、打つべき政策があることを訴えています。そうした点についても、もっと推進すべきだと私も思いますから、しっかりと日本の守りを固めるという意味において、高市氏はまずは最適だと考えているわけです。このように、日本の守りを固めるという基本政策を持っている人物が、その次に取り組むべき話として考えているのが内政です。多くの国民にとっては安全保障は非常に遠い国の話のように思えて、評価がされない話題となっています。それだけに、とにかく内政で何をやるのかといったことが国民の関心事となるわけです。この点について言っても、高市氏は基本政策としては財政積極派だとみなされており、その分だけ様々な投資を行うでしょう。これは何もばらまきをするんだといったような話ではなく、日本の未来のためにどこにお金をかけるべきかを考えて、必要なところにはしっかりとお金をつけようという考え方です。そしてこの考え方は今の時代にこそより必要になっています。財政規律をしっかりと守るんだ。出すお金についてはどんどんと絞り込むんだといったような考え方をしていた場合においては、現在の日本の少子高齢化による全体経済の収縮について抗うことができなくなると私は思っています。未来に対する投資をしつつ、人口が減っていく中においてもそれを上回るような効率性の獲得であるとか、成長分野への人の流れを作る仕組み作りであるとか、やらなければならないことはたくさんあると思います。それだけに基本姿勢として財政積極派でなければそのような政策を打つことはできないでしょう。何か物事を変えようと思えば、そこに予算がどうしても必要になります。日本の財政収支は思ったほど良くない。だから、どんどんと引き締めていこうという話になった時には、必ずのように多くの予算カットの嵐といった話となり、未来に対する投資というものもものすごく絞り込まれてしまいます。おそらくそのようなことでは、ほとんど未来に対する展望は描けないでしょう。ちなみに、こうした未来に対する投資という意味においては、わかりやすい例があります。例えば、エネルギー政策の未来と今を考えた場合において、高市氏は核融合発電といったものを未来に対する答えとして提示しています。これは間違ってはいけないのが、今すぐ核融合発電に移行するんだというわけではありません。全世界どこの国においても、核融合発電というものはまだまだ未来におけるエネルギー革命の一つであり、まだ手にしたものは誰もいません。しかし、何もしなくてそうした究極の発電
善方法にたどり着けるわけではありませんから、しっかりと継続的に予算をかけて研究開発や多くの企業の参入といったものを促していかなければなりません。核融合発電は未来に対する投資であり、だからこそかけたお金が無駄になると批判する人たちがいます。しかし、どこかの国が実用化した段階において、それが世界的な標準というような話になってしまった場合においては、国力という面でも圧倒的な差がつくことが考えられます。ちなみに政策的な話ばかりをしてきましたが、私にとって重要なのはまさにその政策であり、高い市に対する期待の声の一つとして、女性だからみたいな話をする人がいます。私はこうした意見には反対で、男性だから女性だからとか、そういった性別によって政治家を選ぶべきではないと思います。もちろん、高市氏が自民党総裁になり、その上で総理大臣になれば、女性初の総理大臣であり、これは歴史に残ります。ですが、それはあくまでも適任だと考えられた人物が当選してきた中において、あの人女性だったねという形になるのが一番重要なことであり、とにかく女性だから総理大臣になるのがいいよねというような、そういった性別優先議論みたいな話にはすべきではないと考えています。あとは高市氏の場合だと、よく言われるのが交友関係の問題です。人間誰しもそうですが、ありとはあらゆる分野に精通するような専門家になることは不可能です。それは人間の能力をはるかに超えるものです。ですから、得意な分野について誰に頼るか、どのような仲間を持つかといったことは、政治指導者には求められる人脈の一つです。高市個人としては非常に勉強家だという話は流れていますが、それでももちろん限界はあります。それだけに、高市氏が苦手としている分野における、いわゆるご意見番であるとか、知恵者といったような人物がどのような人物が周りにいるのか、自民党の中における仲間となっている議員たちの能力はどのようなものなのかについては、この後、実際に政権を取ることができれば、その時、大きな問題になるかもしれません。だからこそ、高市氏には、今回の総裁選におけるライバルたちの動向といったものを十分に分析した上で、いかにしてそれらライバルの得意分野といったものを自分の陣営の中に取り込んでいくか、一人で突っ走るのではなく、いかにして挙党体制を築いていくかが、自民党内部における仲間づくりといったものにも気を配らなければならないでしょう。さて、皆さんは今回の自民党総裁選についてどのような思いを抱かれているでしょう。自民党にそもそも反対している人たちの中には、誰がなろうと変わらないんだから何にも興味がないという方もおられます。確かにそのような興味関心の持ち方もあるでしょう。しかし、誰になるかによって、その政権の性格といったものは、私は変わると思います。もちろん、総理大臣が全てを決めるわけではありません。しかし、全体の方向性と示されるものは、国民のマインドに大きな影響を与えるものです。この人だったらちょっとまずいんじゃないかなという思いが多くの人々に蔓延するだけで、私は非常にマイナスだと思いますし、逆にこの人だったらやってくれるかもなという期待感が抱かされるだけでも、全体の方向性についてプラスになるものだと思います。その上で期待を裏切らないであるとか、期待を上回るであるとか、実際に仕事をするかしないか、成果を残すか残さないか、そういった話は後からついてくるものだと思います。直近行われた参議院選挙の絡みで言えば、石破政権は選挙における劣勢の中において一つ政策を打ち出していました。それは移民問題、もしくは外国人労働者対策の政策などについて様々な政策を持ち出してきました。結局選挙においてはそれがあまりにも遅すぎた政策の打ち出しであり、影響はほとんどありませんでした。しかし、それら打ち出してきた政策の中には、まだまだ取り締まりが甘いといったような話について厳格化するといったような話もありましたから、誰が総理大臣になろうとも、問題点についてはこれを解決していく、今よりももっと未来が良くなる。そうしたことを実感させるような政権になってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。私の話を聞いているその時間を使って、ぜひとも皆さんの自民党総裁選について思うことを書き込んでいってください。自分の頭の中にあることを文章化してどこかに出すということは、自分自身の考えの整理にもつながっていきます。その時に改めて自民党の候補者全員ダメだなと思うのであれば、じゃあ誰だったら良くなるかとか、そういったいかにして良くしていくかについての考えを深めていくのもまた、それはそれでありだと思います。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。